皆様こんにちは、セリナです。今回は11月1日全国発売、ディオールクリスマスコレクション2024より、ディオールショーサンクプルールの限定色、643ゴールデンマスカレード、863ソワールドゥーバル、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーの限定色、002コライユルミエール、そしてルージュディオールフォーエバーリキッドシークイーン100ドリームズを先行発売で購入したのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではディオールのホリデーコレクションをレビューしていきますので、こちらのコスメはどのパーソナルカラータイプにおすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラータイプがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、艶やかが得意、くすみが得意など自分が得意な特徴に合わせてコスメ選びがしやすいようにご説明していきますので、コスメ選びのお役に立てたら嬉しいです。また次回の動画ではなりたいイメージに近づけたり、どのパーソナルカラータイプの方にも似合わせやすいようなこちらのコレクションを使いこなすメイクパターンをご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールクリスマスコレクション2024黄金の舞踏会。魔法にかけられたような舞踏会の大胆さや色彩を想起させるカラーラインナップで魅惑的でフェスティブなホリデールックを叶えます。ご紹介するのはディオールショーサンクプルールホリデー限定色643ゴールデンマスカレード、863ソワールドゥーバル。ホリデーシーズンを祝福してディオールショーサンクプルールが輝くゴールドケースをまとって登場。ベルサイユ宮殿の仮面舞踏会からインスパイアされた色と、アイシャドウの表面にはピエトロ・ルフォがディオールのためにデザインした華麗なモチーフが繊細に刻印されています。643ゴールデンマスカレードは明るいピュアゴールドの周りにグリッターがきらめくピーチやベージュピンク、ホワイトゴールド、そしてガウンを彷彿とさせるマットなバーガンディをセットしたきらめく舞踏会を彷彿とさせるゴールドハーモニー。863ソワールドゥーバルは透明感のあるメタリックシルバーを囲むようにパーリーピンク、トープブラウン、シルバーとライラックのラメが美しいパープルトープ、ダスティーローズピンクをセットした宮殿の庭園に咲き誇る花々を彷彿とさせるシルバーハーモニー。続いてディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーホリデー限定色002コライユルミエール。壮麗なホリデーシーズンを称えて夢のような黄金の舞踏会にインスピレーションを得たピエトロ・ルフォの限定デザインにゴールドのクリスチャン・ディオールが施されて登場します。まばゆいパール感のある輝きで艶を高めるコーラルピンク。華やかに輝くピグメントが瞬時にまばゆい輝きを肌にプラスし、魅惑的なホリデーメイクアップルックを仕上げます。そしてルージュディオールフォーエバーリクイドシークイーン100ドリームズ。唇をすり合わせてなじませることで無数に輝くラメのきらめきを引き立て、贅沢にドレスアップした唇にサプライズと魅力を同時に叶えるユニークなメイクアップをお楽しみください。100ドリームズはアイコニックなヌードピンク。それではルージュディオールフォーエバーリキッドシークイーンからご紹介していきます。まずはパーソナルカラーに分けると100ドリームズはイエベ春、ブルベ夏におすすめ。ほんの少し黄身寄りの少しだけくすんだピンクベージュのマットベースに摩擦を加えるとゴールドとシルバーのラメが輝きます。イエベ春の中でも薄いカラーや明るさが得意なライトスプリングやブライトスプリング、少しの黄身が苦手でなければブルベ夏の中でもライトサマーやブライトサマータイプの方にもおすすめです。それでは唇の上にのせてみて実際の発色や質感などを見ていきたいと思います。
こちらのリップは唇をすり合わせて摩擦を加えることでラメが乗るというとても特殊なリップなので、まずは摩擦を与えない状態の仕上がりを見てみたいと思います。はい、唇に摩擦を与える前の仕上がりはこんな感じでした。この時点だとマットのベースに若干ポイントでゴールドのラメがきらめくような状態です。では唇をすり合わせてラメを出してみたいと思います。はい、唇をすり合わせるとこんな感じで全体に華やかなラメが出てきました。近くで見るとこんな感じでマットのベースにしっかりとラメのカラーを感じられるくらいの大粒のゴールドとシルバーのラメがきらめきます。一気に華やかな印象になってとても可愛いです。今回購入した6番のドリームスのカラーは上品なピンクベージュがベースになっているので、唇全体にしっかりラメが乗っていてもそこまで派手すぎる印象にならないところがとても絶妙だなと思いました。ベースのマット質感が唇にピタッと密着してくれて、ティッシュオフをしても若干の色移りとラメが映る感じは気になりますが、カラーが薄まる感じは全然しなかったので、かなり色持ちにも期待できるリップなんじゃないかなと思いました。続いてはこちら、フォーエバークチュールルミナイザーの限定色をご紹介していきます。まず、パーソナルカラーに分けると、こちらのハイライトはイエベ春タイプの方におすすめ。薄く柔らかい黄身ニュアンスのピンクベースに、ゴールド、グリーン、ピンクのラメが輝きます。イエベ春の中でもラメが得意であれば、タイプを選ばずに幅広い方が使いやすい印象です。では、ブラシを使って C ゾーンにハイライト使いしてみたいと思います。通常のフォーエバークチュールルミナイザーよりも少しパールが控えめで、その分カラーがしっかりと乗るような印象です。手元で見た時よりもコーラルのニュアンスをしっかり楽しめます。はい、こちら側の C ゾーンの広範囲に塗ってみました。通常のクチュールルミナイザーと比較をすると、パールの量が少なめで、手元で見た時よりもベースとラメのカラーがしっかりと肌に乗るような印象でした。近くで見るとベースのコーラルカラーが肌にしっかりと乗るのと、ゴールドの微細ラメがたっぷりと乗っている感じがわかりやすいと思います。ラメはたっぷりと乗りますが、かなり微細なのでギラつかないのと、毛穴が悪目立ちする感じも気にならないです。ツヤツヤに仕上げるハイライトというよりも、カラーのニュアンスを自然にプラスしたい時のハイライトとして活躍してくれそうです。手元で見た時よりも黄身の強いゴールドのカラーがしっかりと乗る印象だったので、こちらはイエベ春タイプの方はもちろん、イエベ秋タイプの方にも使いやすいんじゃないかなと思います。それでは、ディオールショーサンククルールの限定色643のゴールデンマスカレードをご紹介していきます。まずはパーソナルカラーに分けると、左上のカラーはイエベ春、ブルベ夏におすすめ。黄身にも青みにも寄っていないニュートラルなピンクのベースに、青みピンクとゴールドのラメがきらめきます。イエローベースとブルーベース、どちらの要素も持っているカラーなので、イエベ春、ブルベ夏の中でも明るさや鮮やかさが得意なブライトスプリング、ビビットスプリング、ブライトサマーに特におすすめです。続いて右上のカラーは全シーズンの方にお使いいただきやすいです。ベースのカラーはほぼ発色せず、ラメとパールの色が乗るイメージです。青み寄りのピンクパープルラメが目立ちますが、ゴールドラメも入っているので、トップコートカラーやアクセントカラーとして全タイプの方にお使いいただきやすいです。続いて中央のカラーはイエベ春、イエベ秋におすすめ。くすみイエローゴールドのベースに同系色のパールとラメが輝きます。ラメやツヤが得意であれば、イエローベースの中でも幅広い方におすすめです。続いて左下のカラー、こちらも全タイプの方にお使いいただきやすいです。明るいピンクベージュのベースにシルバーのパールでツヤを感じます。ベースはほんの少しだけ黄身寄りですが、シルバーパールが前面にあるので、こちらもイエローベース、ブルーベース、両方の要素を持つカラーです。ベーシックなミディアムカラーとして全タイプの方にお使いいただきやすいです。最後、右下のカラー、こ
ちらはブルベ冬、ブルベ夏タイプにおすすめ。青みピンクパープルのマットカラー。深みがあるのでしっかり発色させると、ブルベ冬の中でも濃さや艶さが得意なディープウィンターやビビッドウィンターにおすすめですが、柔らかく発色させるとブルベ夏の中でもくすみが得意なビューティーとサマータイプの方にもおすすめです。それではパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際の質感やカラーをご紹介していきたいと思います。まずは左上のカラーです。こちらのカラーは通常の三角ルールよりも少しだけ粉質が固めな印象です。ベースのカラーはふんわりと塗って、大粒のラメのカラーが際立ちます。はい、左上のカラー単色塗りするとこんな感じでした。こちらは少し固めの粉質だったので、ベースのカラーも強く出すぎずに、指塗りでもふんわりと柔らかい発色に抑えられました。肌の上にのせてもベースのピンクは黄みにも青みにも寄りすぎていなくて、イエローベース、ブルーベース問わずにいろいろなタイプの方に使いやすそうです。その上に青みピンクの大粒ラメがキラキラと輝いて透明感をしっかり演出してくれます。明るいトーンが得意な方にはこのカラー単色塗りでもとても可愛いと思います。続いて右上のカラー。こちらは隣に塗っている左上よりも少ししっとりとしているので、全体にパールっぽさのベースが塗りつつ、しっかりと大粒のラメも楽しめます。はい、右上のカラー単色塗りだとこんな感じでした。肌の上にのせてもベースのカラーはほぼ見えなくて、ゴールドやパープルなどの多色の大粒ラメが楽しめます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラー。こちらはしっとりとしているパールベースにゴールドのラメが輝きます。手元で見た時よりも意外と明るめのゴールドに発色しますね。はい、中央のカラー、まぶたの上にのせるとこんな感じでした。上の2色よりもしっとりとしている粉質で、全体にパールのツヤが乗った上にシルバーの大粒のラメがきらめきます。まぶたの上にのせると手元で見たイメージよりもシルバーのラメが際立つので、イエローゴールドのベースにシルバーの透明感が合わさってとても素敵です。続いて左下のカラー。こちらもしっとりとしたパールベースですね。目の上にのせるとシルバーパールが前面に出てきます。はい、左下のカラー単色塗りだとこんな感じでした。こちらも反対に塗っている中央のカラーと同様にかなりしっとりとした粉質で、全体的にシルバーのパールがぎっしりと塗りました。ブルーベースの方がベーシックなベージュ系メイクに仕上げたい時のベースとしても使いやすそうです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらはこのパレットの中の唯一のマットタイプです。しっとりとした粉質で発色もとてもいいです。はい、右下のカラー、まぶたの上にのせるとこんな感じでした。こちらは指でのせてもそこまで暗くなりすぎないカラーだったので、締め色からミディアムカラーまでいろいろな用途で使えそうです。今回のパレットは柔らかくて明るいカラーが多かったので、こちらの高発色のマットカラーがうまく全体を引き締めてくれそうです。引きで見るとこんな感じです。では、ここからは643のゴールデンマスカレード全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらはベースに使いやすい質感とカラーだったので、まずはこちらでツヤを仕込んでいきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらは意外と指で塗っても暗く沈みすぎなかったので、今回はミディアムカラーとしてしっかりと発色させてみたいと思います。ベースにツヤを仕込んでおくことで、このカラーにさらに軽やかさが出されて可愛いです。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶた全体にかけていきます。2色のグラデーションの上にラメを重ねていくイメージでのせていきます。続いて左上のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。
このカラーもラメが効いているので、下まぶたにのせるととても華やかに仕上がってくれます。最後に中央のカラーを指に取って、黒目の中心にのせていきます。はい、643のゴールデンマスカレード全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットの明るさや艶やかさを前面に出したメイクに仕上げてみました。全体的にイエローベース、ブルーベース、どちらのニュアンスも含んでいるようなカラーが多かったので、上まぶたのベースはブルーベース寄りのカラーでグラデーションを作って、下まぶたと上まぶたのアクセントにはイエローベース寄りのカラーを組み合わせて、それぞれの良さを掛け合わせてみました。ディオールのアイシャドウでは珍しく、締め色もそこまで濃く深く出なかったので、明るさやツヤニュアンスが好きな方にとてもおすすめだなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いてはこちら、863のソワール・ドゥ・バルをご紹介していきます。まずはパーソナルカラーごとに分けると、左上はイエベ秋、ブルベ冬タイプにおすすめ。ほんの少しくすみ感のあるニュートラルなピンクに青ラメと青みピンクのラメが輝きます。イエローベース、ブルーベース、両方のニュアンスを持ち合わせているので、イエベ秋、ブルベ冬の中でも強さやラメが得意なストロングオータムやビビッドウィンターに特におすすめです。薄く塗ると全シーズンの方にお使いいただきやすそうです。続いて右上はブルベ冬、ブルベ夏タイプにおすすめ。ベースはかなりナチュラルなピンクで、青みピンクとシルバーのラメが際立ちます。明るさやラメが得意であれば、ブルーベースの幅広いタイプの方におすすめです。続いて中央のカラー、こちらはブルベ冬タイプにおすすめ。ダークグレーのベースにシルバーのラメが輝きます。ブルベ冬の中でも濃い色が得意なディープウィンター、ラメやコントラストが得意なビビッドウィンター、青みが得意なクールウィンターに特におすすめです。続いて右下のカラー、こちらはブルベ冬、ブルベ夏タイプにおすすめ。ブルーベースのチャコールグレーに微細な多色ラメが輝きます。カラー自体はブルベ冬に特におすすめですが、ブルベ夏タイプの方がブラウンの代わりに締め色として使うのにもとてもおすすめです。最後、右下のカラー、こちらは全タイプの方にお使いいただきやすいカラーです。ベースカラーは少し青みに寄っているブラウンですが、シルバーとゴールドのラメが輝くので、全シーズンの方の締め色として使いやすいカラーです。それではまず1色ずつをまぶたの上に単色塗りをして、実際の質感やカラーを見ていきます。1色目、左上のカラーです。こちらは、ベースのカラーが結構しっかりとついた上に、さらにメタリック感のあるパールと微細なラメが輝きます。はい、左上のカラー単色塗りだとこんな感じでした。ベースのカラーは少し黄みがあって深みのあるピンク系ですが、上から青みの強いパープルのパールと微細なラメが輝くので、青みが偏光っぽく光ってブルーベースのニュアンスを強く感じるような印象です。角度によってメタリックっぽく光る感じがとても可愛いです。続いて右上のカラー。こちらはベースのカラーはほぼつかなくて、大粒のラメとパールにカラーが乗っているような感じですね。この質は比較的硬めです。はい、右上のカラーはこんな感じでした。柔らかいペールピンクのベースに青みの強いピンクの大粒ラメがキラキラと輝きます。透明感抜群でとても可愛いですね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラー。こちらはしっとりとしている粉質で、パールのツヤとラメ、どちらも楽しめるような贅沢なカラーです。はい、中央のカラーはこんな感じでした。パレット見たままの通りのダークグレーのベースにシルバーの大粒ラメがキラキラと輝きます。この高発色でクールなツヤラメカラーがディオールらしくてとても素敵ですよね。続いて左下のカラー。こちらは意外と軽くてさらりとしている粉質なので、指塗りでもカラー調整がしやすいです。はい、左下のカラーはこんな感じでした。
まぶたの上にのせるとさらにパープルのニュアンスが強く出るようなチャコールグレーに発色しました。しっかりと目元を引き締めてくれますが、指塗りでもグラデーションが作りやすかったです。まぶたの上にのせるとシルバーの他にも明るめのピンクのラメがキラキラと輝いて可愛いです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらのカラーは比較的しっとりとしていますね。はい、右下のカラーはこんな感じでした。こちらはしっとりとしていて全体的にツヤモノのようなタイプでしたが、深みもしっかりと出るので、締め色からミディアムカラーまでいろいろなシーンで使えそうです。カラーとしてはまぶたの上にのせるとより青みを感じやすいような少しパープルのニュアンスがかかったブラウン系ですが、ゴールドのラメもしっかりと見えるので、イエローベースの方が自然に透明感を出しながら締め色として使いたいという時にも活躍してくれそうです。着てみるとこんな感じです。それでは863のソワールトゥーバル全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。今回のパレットは全体的に深みやくすみがキーになっていたので、このニュアンスを前面に出すようにツヤのある締め色にも使えるようなカラーを全体にのせていきます。続いて左下のカラーを指に取って、黒目の外側から目尻側に向かって締め色として重ねていきます。さらにこちらのカラーで目尻に深みを足していきます。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの目頭側から黒目の中心までにのせていきます。続いて中央のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせて、先ほどのせたピンクとパープルの境目をなじませていきます。最後に右上のカラーをチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。はい、863のソワールドゥーバル全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは先ほどご紹介した643とは対照的に全体的に深みやくすみが効いているニュアンスのカラーが揃っていたので、このパレットの特徴を生かして深みのあるカラーでグラデーションを作ってみました。一見難しそうなパレットですが、全色にパールやラメが効いていたり、質感の面ではかなりコントロールがしやすかったです。青みの強いグレー系とピンクのバランスが絶妙ですね。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで11月1日全国発売のディオールクリスマスコレクションをご紹介していきました。今回のコレクションはこの華やかなデザインのイメージ通り、実際に使用してみても全体的にラメやパールのきらめきが楽しめて、ホリデーらしい華やかなメイクに仕上がってとても素敵でした。次回の動画では今回のコレクションを使ってパーソナルカラー別の似合わせメイクもご紹介していきますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。